こんにちは。東京ローカルボイスは東京を中心にさまざまなお店を巡り、お店の声を届ける音声メディアとなっております。記念すべき第1回は東京都荒川区町屋にお店を構えるアトリエさんにお邪魔しております。遠藤さん、よろしくお願いします。アトリエの遠藤です。今日はよろしくお願いします。もうバイク仲間ですね。そう、もともとはお客さんだけどね。そうですね。そこからバイクの免許取って。今は住んでないですけど、僕が前この荒川区の町屋ってとこに住んでて、そうだね、このアトリエに足を運ぶようになって、そっからだよね。だバイクの免許取って。意外と5年ぐらいの付き合いにはなる。5年も経ってます。だってこっちに移転してきた後すぐでしょ、多分来てくれたのがね。そうっすね。大学卒業してコロナとかあって、そう、コロナの真っ只中の時に移転してきたから。じゃあ5年ぐらい経ってるんですね。意外と経ってると思う。だから最初全然来てくれなかったからね。いやそう、なんかこれから来てましたこんな近くにお店あるのにって言ってたのに、いやコモディ飯田で声かけたじゃないですか。それはあるけど、いやなんか2回目来た時に久しぶりですぐらいの、あれ2回も覚えててくれたんですか。2回目覚えてる。俺1回目来た時にあれですよ、町屋に引っ越してこようと思って、そう内見してて、そうで前の店からフォローしてたんですよ。そうで、そういえば町屋ってなんか聞いたことあるな、あの店。あとあれ、なんかファミマの前でも1回あって、その時は声かけられて、店のあれですよねみたいな、よそよそしかったけどね。だからそのバイクの免許取ってからがすごい密になったって感じ、ね。いやそうですね。でもあれっすよ、やっぱ磯村さん、そっか確かにイベントやって、ね、お酒飲むようになってから、そうだね、やっぱ近くなったっすね。ここ以外も、お客さん同士とかも、けどだって初めて来てもらった時がもう本当コロナのアポイント制にしてるぐらいだったから、店が。そうなんですか。最初ね、その予約制みたいな感じじゃないとちょっとその距離感みたいなのがあった時期だったから、コロナでもう来るお客さんなんて限られるから、その中来てくれたってなったから、やっぱ覚えてるっていうスタートだったよね。で確かにお酒飲むようになってからだよね。全部のこう近くなったから。最初でここでお酒飲んだのはポップアップっていうか、なんかイベント飯島くんのかなとか何個かこうブランド寄せてやった時に、そこから多分そのタイミングぐらいで多分遠藤さんが DJ やるようになって、みんなで行ってみたいな。確かにって感じですよ。荒川区町屋。なんで町屋を選んだんですか。なんか移転するつもりもなかったの、最初は。その世田谷のお店も気に入ってたし、やっぱね、やりたいこととかの波長が全部あったタイミングと、この物件を見つけたタイミングとかが一緒だったなと思って、思い返すとね。でその前の店でもやりたいことはやってたんだけど、なんかもっとこうやりたいことポッポッポって出てきた時、例えばシルバーアクセサリーやりたいとか、友達のその家具提案したりとか、あとオリジナルブランドもちょっとやってみようかなとか、その波長とこの物件たまたま見つけたタイミングが一緒だったから、こう思い切って移しちゃおうっていうのの後押しになったなっていうのは、思い返したらそんな感じ。遠藤さんのシルバーってソーっていうブランドでやってると思うんですけど、それは町屋に越すタイミングで始めた。そう、厳密に言うとあっちにいるタイミングから動き出してはいたんだけど、なんかこっちのこの店舗、今の店舗になってからのがこうイメージがすごいしやすかったというかね、こう提案しやすい感じ。前のお店からもうこっちのお店に移転するタイミングで名前も変えてるし、そうですよね。その店の名前もね、変えてるし、なんか全く違うお店って思われてもおかしくないような感じだったから、それはね、こうなんか思い返したらそのタイミングがやりたいこととかが重なって全部一緒だったから、やっぱもうその全部のタイミングが合致したタイミングとこの店舗見つけたタイミングが一緒で、こうなんかやっぱ浮かんじゃったんだよね、こうバーってね、頭働いちゃって。そう、なんか年に1回降りてくるありますよね、クリエイティブ脳みたいな
寝れなくなっちゃう。そう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 、朝早く起きても、同じこと考えちゃう、ランニングとかしながら、みたいな。それがこう合致しちゃって、もうなんかそこまでいっちゃうとさ、もうなんか動かないではいられないみたいな感じでもすごいっすね、になっちゃうでしょ。もうやっちゃってるし。いやけどね、なんか志高く、例えば服屋で働き始めてからもう絶対自分の店持ちたいとか、なんか独立して自分の好きなようにやりたいとか、ああいうの俺割とないタイプだ。なんか言ってますよね、それ。そうだからその洋服の世界に飛び込んでから、俺は絶対自分の店持つんだっていう志の高い若い子とかと同じように尊敬されるようなことはしてるつもり全くなくて、なるようになっての今って感じが。だから周りに恵まれてるとかさ、お客さんに恵まれてるとか、こういう関係築けてるっていうことはすごいもうありがたいけど、なんか自分でこれだけのことやってきたとかね、なんかそれのためにこんだけ努力したみたいなっていう志はめちゃくちゃ多分低い。なんでなんか独立して店持ってみたいなのがすごい気になってて、どういうこともあったんですか？アパレル洋服好きになるのは多分俺も田舎育ちだから、めっちゃ早かったのね。小学校4年5年とかで当時流行ってた雑誌を買って、でも洋服って面白そう、なんかそのいろいろある中での洋服ってなったのは割と早くて、でそっからはもうずっと多分洋服好きなんだけど、でもう田舎から厳密に言うと神奈川だけど出てきて、でもう好きの延長、もう当時なんてすごいこうなんか洋服バブルみたいな時だったから、そうなんですね。もう並んで洋服買って、でもう雑誌穴開くほど見てみたいな、もう洋服のことばっかり考えてるみたいな。でその延長でその前の職場にバイトで入らせてもらって、でその延長で社員にならせてもらってって洋服のこう歴史が始まるんだけど、結構ねその個人でニューヨークとかに行ってたのね、俺は普通に旅行だけど行ってて、で遠藤そのニューヨークとか行ったことあんだ、パスポート持ってるって言って、そのアルバイトだったかな当時は。なのにその買い付けに同行させてもらってたの、結構早い段階で。で買い付けでニューヨーク行ってみたいな。でその先輩が、買い付け、遠藤もちゃんとアシストしてくれるってなったのか、年1回とかはそのニューヨークだったり LA、シカゴとか、そのアメリカ本土の買い付けにずっと同行してもらってるっていう状況だったんだけど、もちろんね何にもできないから先輩の後ろくっついて荷物運びってやってたんだけど、いよいよねその25ぐらいかな、の時に長期の休みもらった時にニューヨーク一人で行ったの。でその時に初めてこう自分で買い付けしたらやってけんのかなっていう目線で見たのよ、商品を。でその時になんでか知らないけどこうできんなって思っちゃったのね。だからこう独立するっていう風になったかな。それなかったら多分ね俺も会社員になってたと思う。その自分でお店やるとか思わずになんか一般的な会社働いてって、ただなんか自分でもこれできるなってなぜかその時思っちゃったからきっかけになったよね。今思い返すと、例えば日本の相場もある程度知ってる、でアメリカでこんぐらいで買い付けて日本でこんぐらいで出しても絶対売れるでしょこの商品は、みたいな目線でちゃんと商品見てみたらできんなって思っちゃったのがなんか変な自信になっちゃったよね。それは25ぐらい25もうちょっといったかな、26ぐらいかな。最初のお店持ってたのはそうそれで親父が病気になっちゃったからなんか、親孝行なんてできてないし、ちょっと一回仕事辞めて実家の方に戻った方がいいかなって思って、で前職辞めたんだけど、じゃあ辞めて何するって思った時になんかそのさっき言ってたやつがあったから、じゃあ自分で一回やってみるかと思って、でそのベースが別に関東にも
関東で知り合ったお客さん、そうですね、友達ってなってたのに、いきなり地元でお店開いてももちろんやっていけないだろうと思って、だから最初はオンラインショップから始めたの、で当時はそのオンラインショップがね今ほどこんな蔓延してなかったから15年前とか15年前ぐらい、ギリスマホが出始めぐらいか、見るならパソコンでみたいな。そうですよね。だからニューヨークで、その日本では売ってない商品買ってきて、オンラインでショップで売っても、ギリギリこう売れる、アンテナ高い人はそうですよね、売れるような感じだったりしたのよ、だからなんとかやっていけたけど、もちろん行き詰まるからオンラインだけで不安だし、でじゃあ店実店舗構えようかなって思って、で実店舗構えるんだったら田舎で構えるのか、そうベース東京にあるから東京で構えるのかってなった時に、その東京でじゃあちょっと勝負しようってなって世田谷でお店を出したっていう流れね。世田谷はなんで世田谷なんですか？横浜でずっと働いてたから。そうですよね、横浜のお客さんも来やすい、東京のお客さんも南側っすもんね、来れるってなったら目黒区、世田谷区、渋谷区とか、なんかそのぐらいのエリアかなって思ってたから、でその中でもう最初に家だけ決めちゃったの。ニコタマに家決めちゃって、じゃあ物件探すのどうしようかって言って、でその1店舗目が祖師ヶ谷大倉、小田急線に、いい、安くていい店舗見つけたから、じゃあそこでちょっとやろうけど、その前職がその不可抗力があって辞めることになったけど、なんか当時もうすごいこう勢いあって、そうっすよね、だからなんか別に辞めようって思ってもいなかったから、もっと会社のためにねこうできることないかななんて思ってたタイミングで辞めたから、なんかまだその可能性感じてる延長で辞めちゃったから、だからこう自分でもやってみようってなったんだろうね。だからもうアパレルとかそのインポートとか買い付けとかがもう無理だなって思ってたらもちろんやってないけど、そうですよね、そのなんかやりたいことやらせてもらってる、なんか買い付けにも行かせてもらってる、で自分で見たらこれはいけるって思っちゃったみたいな、そういうのが全部波長があった感じだったんだろうね。小学校の作文とかで将来の夢何とか書くじゃないですか、プロ野球選手とか、ケーキ屋さんになりたいとか、それ何書いてたんですか？それがね意外と現実的で、俺のじいちゃんが働いてた会社で車の部品とか作ってる会社だったんだよ、でそこに俺の親父も働いてたのね、自分でやってる会社じゃないんだけど、そのじいちゃんも働いてて、で親父もそこで働いて、でこれは尊敬するんだけど2人とも転職ないのだから、もうずっと同じ職で40年間もそこでみたいな、でそれが俺かっこいいって思ってたから、俺もそこで働くんだろうなって勝手になんか思ってたから、なんかそうっすよね、なんか将来の夢って言われるとその親父のとこに入るみたいな、子供の頃はこの人に影響を受けたとか、このカルチャー、この映画、ファッションアイコンにしてる人みたいな。ファッションアイコンはねやっぱその都度その都度で変わる気分し、その海外で買い付けしてるみたいなのがあったから、やっぱニューヨークによく行ってたから、ニューヨーク行くとやっぱ刺激を持って帰ってくるはあるんだけど、結構ねその俺今の生活の延長だとそのお客さんからとか街中いる人とかからも全然ね、もうむしろそっちがメイン、ピンタレストみたいな、ああいうので海外のねスナップ見たりとかはするけど、聞かれるかもしれないけど、そのあれ買おうと思いますって言ったやつとか俺気になってめっちゃ聞くじゃん。聞くっすね、そうっすね。あとなんかどっか行って服買ったって言ったら何買ったのとか。確かにそれなんかね結構身近にいる人からめっちゃもらう、俺は。意外かもしれないです、それ。全然もらう。だから街中歩いてておじいちゃんがなんかスニーカー履いてるとか、なんかそういうのもいいなって思ったり、なんでそれ買ったんだろうとかの方が気になっちゃうのかな。あとはなんかうちのお客さんたちみんな別に俺から選ぶことはできないんだけど、なんか洋服やっぱ好きな人が来るから、それどこの服なんですかって気になっちゃうような子が多いから、どこで買ったんですかとか、めっちゃ高そうっすねとか、
何年代ですかとか、まあ、そういう話に普通になるよね。だから意外と身近な、なんかもうファッションアイコンって言われてるさ、人いるじゃん、世の中に。あそこからこうインスピレーションもらうっていうことよりもそっちの方が多いね、多分俺は。もう身近な人で、そっちの方がリアルな気がして、そのニューヨーク行った時に、そのニューヨークのソーホーとか、ミッドタウンとか、そのエリアによって着てる服装全然違うのよみんな。で例えばソーホーだとめっちゃもちろんおしゃれな感じ、化粧とかも女の子とかもめっちゃおしゃれみたいな。だけどそのローアイイーストなんか下の方行くとビジネスマンばっかりなんだけど、そのビジネスマンが襟立てて着てるトレンチコートもかっこいいみたいな。なるほど。でレンタカー借りてニュージャージーとかコネチカット行くとガソリンスタンドで働いてる黒人もかっこいいの。でそれねみんなねそのリアルなんだよね。だから仕事で着てるベストがかっこいい、カーハートのベスト、でそれも別にファッションじゃなくて、工事現場で使うから着てるとか、ワークウェアで双方にいる人はおしゃれしたいからおしゃれしてる、それもマジかっこいいの。で走るからランニングしたいからナイキのハイテクスニーカー履くっていう履き方してる。でそれもめっちゃリアルで、全部ねこう刺激もらってる感じなんだけど、それをそのお客さんもリアルで、芸能人が着てるとかはリアルかどうか俺分かんないから、インスタグラマーが着てる、もうなんかリアルで着てんのか、その着させられて着てんのか、それ分かんないからあれだけど、それ気に入って買った服着てここに来るじゃん。そうですね。だからリアルだなと思ってめっちゃ気になっちゃう、それはねもう買い付け行き出してからずっとそんな感じ、分かってきてるみたいな、別になんかそこに縛られる必要はないんだけど、その TPO みたいなのが響くはあると思う。ちょっと聞きたいんですけど、今結構 SNS 全盛期というかすごいじゃないですか。めちゃくちゃでしょ。インフルエンサーを真似したファッションの若者が結構多いじゃないですか。どう思います？なんかそのある種のリアルであるじゃないですか。いやけどね、全然俺は否定感はなくて、だって俺も多分そうだったから、若い子。まあまあ若い子はそうですよ。だからその雑誌見て、イケてるショップ店員とか、その当時のインフルエンサーみたいな人が持ってる、まあ、例えば、ブーツを真似して買うと。でそれ当時の40歳から見たらダサいって思われてたかもしんないけど、やっぱもうどうしても欲しいっていうその延長でこうやってきたから、その入り口が何でも別にいいけど、例えばそれが40歳とかになった時にもその延長で好きなものがあった方がいいなって思う。自分の好きって結局これだったんだとかって思うのは思う方がいい気がしてて、で俺が残念だなって思うのが、その20代の頃知り合った友達がめっちゃ洋服好きで、もう洋服のことばっかり考えてたのに、その例えば結婚して子供できてって言った時になんかそれをもう諦めちゃってるやつもいるの。まあいますよね。もう洋服とかもうどうでもいいですわみたいな。でそれがすごいもったいないなと思って、せっかく好きになったこと一個あんのに、なんで例えばそのお小遣い制になったとかだったとしても、その中でやっぱこれはいいなって思うものを今買ってきてるから、これは気に入ってるんですよねって言える方が俺はいいなって思ってるから、だから別にそのインフルエンサーだろうが芸能人だろうが身近にいる人だろうが、入り口はもうどこでもよくて、結局ねこう自分が着てて気持ちいいなって思うものを選んで買ってる風になればいいのかな。だから俺もね、そのバイク好きとかさ、なんか音楽好きとかなんかいろいろあるけど、60になった時もねこう好きなもん着てんだよって言ってる世界線の方がよくない？いいっすね。お店の内装のこだわりとかあるんですか？結構コンクリート調でアトリエは今まで2店舗お店やってからの今の店舗なんだけど、もう今の店舗もそうだけど全部自分でやってんのね、内装は。まあ自分でっていうのももちろん手伝ってもらってるけど、で1店舗目はもうそのニューヨークみたいな感じでして、ウッド調の、で2店舗目は無機質な感じ、ほんと箱みたいな白い箱
みたいな感じだったんだけど、で今の店舗はもうそのコンクリートの感じなんだけど、その下町、その町屋に出したっていうのもあって、なんか工場とかやっぱ多いのよ、こっちの方で。なんかその感じもいいなと思って。なるほど。でそのタイミングで20年30年ぶりの中学の同級生が鉄工所の息子で、鉄製品、全部やってる友達がいたんだけど、その子と久しぶりにこう合流して、で自分の作品も作ってる、鉄で面白い作品作ってるし、鉄の家具も作ってるし、でそういうもうその20年ぶりに会った時に、そのなんかうちの重機全部作ってくれないみたいな話したのが、その移転のタイミングとギリギリだったのね、だから全然やるみたいな。でこういう感じの内装だって言ったらやってくれるって言ったから、今アトリエで置いてる重機は全部そうですよね。でこれなんだけどね、マイロンブラックスミスっていう地元の同級生が、もうめちゃくちゃ感性がね、おしゃれな。いやかっこいいっすよね。だって俺一回部屋が作りたくて、まあちょっといろいろあって流ってたんですけど、そうでそれもうちを通して今インテリアの会社と取引してる感じもあったり、あとはお客さんで引っ越ししたんで重機作ってほしいですって言ったやつは作ってあげたりとか、そういうのもしてんだけど、店の内装とめっちゃリンクするようなやつを店内では置いてる感じだね。だからそれがまあこだわりって言ったらこだわり、けどまあなんかショールームも兼ねてるから、こういうものを作れますよっていう提案ができる空間にはしてる。で そいつもやっぱ俺にはない感性でものづくりしてるから、で01なのね。そうなんか何もないとこからこういうの作りたいなって作る職人肌というか、でそれがねめちゃくちゃかっこいいなと思うのよ。いや01やってる人はかっこいいっすよね。かっこいいよね、職人は本当に。職人みたいな気質が俺にはないから、なんかそういう人にすごい憧れがめっちゃあるから、その01できる人間がね本当にかっこいいなと思って。もうなんか売れるか売れないか分かんないけど、作りたいもの作った時点でね、もう俺はこれでいいって思ってるような人がね本当かっこいいなって思うから。店もそうだよね、そう本当にセレクトショップっていうか、洋服もそうだけど、誰かが本気で考えて作ったプロダクトをこんだけすごいこだわって作ってるんですよっていうのを提案したい空間が割とこのアトリエだったりするから、そんなにね奇抜なものを扱ってるつもりはないんだよね。一点一点は今まで買って持ってる服にプラスするアイテムはあると思うんだよね。でその提案が一個一個できるものしか扱わないようにはしてるから、なんでこれ店に置いてんですかって言った時に一個一個全部こう提案できるような感じかなと思って。でそれの01に憧れて作ったのがそのシルバーアクセサリーだったりしたんで、言おうと思いました。で今日もね買ってくれて買いましたよね。新作の、ネックレスずっとつけてるんですけどね、ネックレスとあとバングルと、自分でねもちろん作ってるわけじゃないっていう、デザインを信頼できる工場に投げて作ってもらってんだけど、やっぱねこう本気でこれは間違いないですよって提案できるものを作るっていう01を目指してやってるんで、だからそれを憧れのニューヨークだったり、あと国内のいいなって思ってるセレクトショップとかに置いてもらってこう展開していくのが、10年後とかのこう目標だったりするかな。近いところの夢とかが。だから10年後とかにニューヨークでポップアップやるんで、なんかみんなニューヨークのやつらは来てくれよって言えるような環境がもしできてたらね、一番俺もそのタイミングにニューヨークで在労するからっていうのが一番い
今やりたいことだったりするのかな。先々の目標決めるのが得意な人、経営者って例えば10年後どうなってたいって言った逆算で今でやる人もいるんだけど、俺結構その目標を立てるのがあんま得意じゃないから、意外っすけどね。こうなんか日々の延長が10年後になってるっていうタイプだから、なんかあんまりこう先々の目標に向けて今何すればいいんだっていうのはあんま得意じゃないんだけど、まあその夢みたいなのこうなってたらめっちゃ良くないって思うのは、そのシルバーがやりたいこととやれることのこのリンクで10年後もこうなってたら、なんか仕事でニューヨーク行ってであっちとのコミュニティと日本のコミュニティつなげてっていうのはすごい楽しそうだなと思って。それがじゃあ今なんとなく描いてる将来の目標というかプランというか。ニューヨークでポップアップやるからかけるくん一緒にニューヨークのチケット取って行こうよって言ったらさ、それめっちゃ楽しそうじゃない？めちゃくちゃ行くっすよ俺。普通にさそれを考えただけで楽しそうだったらやりたいなって思うじゃん。だからそういうのがあったらめちゃくちゃ楽しいだろうなっていうのが、まあ10年後とは言わずともね、もうちょっと近々でもいいけど、そういうことできるような未来があったら最高っすね。楽しいよね。普段どんな一日過ごしてるんですか？ルーティーンは例えば今結婚して子供いてっていう、子供いるとねそのルーティーンってその子供に合わせてってなる人がめっちゃ多いだろうけど、そういう前からルーティーンみたいなのを割と大事にしてて、例えば前の自分でやってたお店とかでもう1日1回絶対ブログ上げるは崩さないって決めたらもう絶対それはやると。もうどんだけ忙しくても、例えば買い付けの最中ニューヨークにいて2時にホテルに戻ってきたってなってもブログだけは絶対書くって、まあそういうなんかルーティーンみたいなのは割と大事にしてて、でそれが今は朝起きて、まあ朝起きるのどんぐらい5時6時ぐらいかなぐらいに起きて、でまあ子供に朝食食べさせて、で保育園送ってって、でまあお店のオープン11時なんで、まあちょっとジム行って軽く汗流して、で戻ってきて10時ぐらいにはまあその日アップする商品の写真撮ったり。インスタ毎日インスタはね、まあ確かにその昔でいうブログが今インスタに変わってみたいな、そんな感じで、11時オープンの時には全部材料揃ってる状態にしないと結構気持ち悪いよね、もうお店も掃除も終わってて、で今日アップする商品の材料も全部揃っててっていう状態にして、でいつお客様が来てももう店内は整理されてるっていう状態にしたいから、その逆算で動いてて、で、まあ、7時に閉店して、まあ、家帰って、まあ、家族でご飯食べて寝るってなるんだけど、例えば仲いいお客さん来た時に、まあ、ちょっと酒飲んでみたいな、それも俺の中ではめちゃくちゃ大事で、そのお店でねコミュニケーション取った以上のね、まあそうっすよね、その時間になるから。まあお酒がめちゃくちゃ好きとかってあんまこの場で公言したくないんだけど、例えばそれでできるコミュニティはあるから。さんお酒好きっていうよりは多分話すの好きなタイプです。多分俺も近いんですけど、だから聞きたくなっちゃうよね、いろいろね。聞きたくなっちゃいます。だからそんな感じで、まあ、あっという間に1週間終わっちゃうんだけど、そのルーティンの中で子供を送ってくはもう義務だからあれだけど、ジム行くとかそのオープンの時の感じ、こう綺麗に揃ってる感じとか、なんか崩したくないみたいなのは結構強いと思う。友達とかがその遠藤さん継続すんのすごくないですか、ずっとなんか同じことできんのすごいですみたいな、途中で俺もう嫌になっちゃいますみたいな。だけどそれを俺あんまり意識してやってるっていうよりは、なんか自分が嫌になっちゃうからずっとやってるみたいな。でも本当に近いです。自分で決めたルールは守りたい。そうじゃないとちょっと気持ち悪い。筋トレとか割と好きだからやってるけど、その自己肯定感決めたとかって言ってるくせにやんないと自分が気持ち悪くなってきちゃう方が
マイナスになってきちゃう。自分に嘘ついたでもないですけど、分かるっす。そういう自分が好きっていう状態をずっと続ける。だからそれってなんかモチベーションのこれがあんまないんだよね。浮き沈みが、こうなんかフラットで入れるっていうか、冷静な自分でずっと入れる状態を作ってるだけって感じかもしれない。でそのなんかブログ書くにしてもなんか一日サボっちゃったってなった時点で多分自分のことちょっと嫌いになっちゃうみたいな、でこれでいいやって思ったら多分その感じをずっと続けちゃうみたいなってなると、こう人と話した時も自分に自信ない状態でずっと喋ってるとなんか羨ましいなとか、なんかこう蔑んだ感じで見ちゃうっていう、なんかそれは極端な話だけど、なんかそのフラットな自分でどの相手とも接する、同じルーティン繰り返してる自分の方が気持ちいいのかな。それ今もう俺42とかだけど、精神年齢ってさそんなさ、いや変わんないですよ。そう変わんないから、全然こうなんか大人になったなとかって意外と思わないというかねいまだにこうくだらない話聞くとね、俺らからするとめっちゃ大人ですけどね。やっぱ家族の話とかはもちろんまあそれではね、そうですけど、いや若い人の方がね得るものあるんだよね、やっぱこの年になると。いやだからそれを思える大人になりたいってやっぱ思うんですもん。俺の方がやっぱ経験長いんだから、お前は言ったこと聞けみたいなタイプはやっぱ会社員とかだと多かったりするのかな。そうかはやっぱ思うんで、自分が大人になったらやっぱ若い子の意見とりあえず聞きたい大人でありたいと思うし、いやだけどもう俺やっぱその経営者って孤独ってよく言うじゃん。でやっぱ相談できる相手、例えばなんか売り上げがめっちゃ悪くてどうしようとかって言った時にこう相談できる相手めっちゃもちろん限られるんだけど、それもやっぱ友達なんだけど、その普段遊ぼうって言ってる友達って平気で俺10個下じゃん。そうですねでその10個下の子たちからは、マジおじさんだなって思われてるかもしれないけど、なんかその波長が一緒の方が大事な気がして。そうですね。なんか遊び行こうって言った時の波長とか、じゃあ今日は軽くで解散しようかとか、朝まで行っちゃおうかみたいな、波長がこう合う人の方が、若い子だろうが年取ってようが同級生だろうが、なんかそっちの方が大事というかね。ちょっと今いい話してるのにめっちゃおしっこしたくていい？いやダメっすよ。我慢できない。今この感じでトイレ行ってるのがおじさんだなって思うわ。いや別に思わないですよ。最後に聞きたいんですけど、なんか、この辺とかじゃなくてもいいんですけど、なんかおすすめの店というかNさんがよく行く店とかってあるんですか？なんか街と、引っ越ししたことあるから分かると思うんだけど、街と自分の波長みたいなの割と大事じゃない？例えば住んだ場所がめっちゃビジネス街でなんか居心地悪いなって思ってる家に住むのか、なんか下町だけどなんかすごい居心地いいなって思う場所に住むのか。それで言うとその町屋と俺がすごい合ったのね、波長が。なんか外から来た人に対しての目線もすごい、こんなお店できたんだみたいな人がめっちゃ多かったりするし、なんならその近くに住んでるかけるくんみたいな人がねフラッと入ってきて、こんなお店できたんですねみたいな、でここまでの人間関係できるみたいな、その波長とかめっちゃ大事で、それの一番その町屋の中で人間関係をこう広げてくれたのが、その今 DJ のイベントローカルナイトって月1でやってるイベントのバーを開いてる磯村さんね、バー磯村っていう磯村さんが町屋生まれ町屋育ち、もう本当の地元の先輩みたいな、町屋の兄貴。兄貴もうローカルナイトは僕も毎日毎回来てくれてるけど、でその人がそのバーを開く前にお店に来てくれて、で地元なんだよっていう話から聞いてたんだけど、その地元で俺バー開きたいんだよね、物件は一応探してんだけどって、で俺もアパレル歴長いからなんか洋服屋やりたいんですよねって言った子の、10人に1人いるかいない
かぐらいしか本当に動き出して言います。本気でこの子やったんだっていう人いない中、先輩がその物件見てんだよねって言って、いい物件見つけたよ、内装どんな感じがいいかな、そんな具体的なとこまで。でなんかその DJ やってるっていう話してたから、なんか音響ってどんな感じ、えんちゃんちょっと見に来てよって、その内装までやってないスケルトンの状態からお店見に来てって言って、その有言実行でねやることやって、で今の感じ、もうどんぐらい経ったんだろう、2年ぐらい、3年弱かな、2年ぐらいかな。そうですね。ローカルナイトがもう少しで2年なんで、あ、そっか、2年半ぐらいかぐらいですかね。そう経ったその先輩、地元の先輩ので、直接の先輩じゃないにしろね、こう可愛がってくれて。磯村さん面倒見いいっすもんね。俺らみたいなね、兄貴肌のねもうガキって思われてもしょうがない人たちとも同じ目線で話してくれるし、うちのお客さんたちもみんなね、こう可愛がってくれてっていうバーを開いたんで、おすすめの店って別にいろんな店はもちろんあるけど、やっぱここに来てお世話になってるしつってパッとやっぱ思い浮かぶの、他にももちろんいるんだけど、やっぱ磯村さんのところは特別なね、磯村さんのお店っていうか、その磯村さん自体がね。磯村じゃあ今度行くかもしれないです。こんな感じでね、他のお店とかも行きたいと思ってますので、皆さんぜひチャンネル登録とかお願いします。では遠藤さん、第1回目ありがとうございました。いや、ありがとうございました。またよろしくお願いします。お願いします。